このチャンネルで前に公開した002の動画で増幅回路でなぜバイアスが必要となるかについて説明し、電子工作初心者のエレ吉がやけどしそうになったりトランジスタを壊しそうになったりしながらもバイアス抵抗を追加して音が出る回路を作ることができました。今日はこのバイアスについてもう少し深掘りして何ボルトあるいは何アンペアのバイアスをかければよいのかという定量的なことについて扱いたいと思います。そしてエレ吉が作ったアンプのバイアス抵抗を最適のものに入れ替えて音を聞いてみたいと思います。この動画を見ればトランジスタアンプの最適なバイアス点やバイアス抵抗の計算の仕方がわかりますので、どうぞ最後までご覧ください。ではまず前回エレ吉が作った回路を確認してみましょう。これがエレ吉が音を聞きながらバイアス抵抗 3.3kΩ に決めた回路です。入力信号の線と電源の線の間に抵抗をつけてバイアスをかける固定バイアス方式の増幅回路になっています。この回路では入力である音声信号に電源からバイアス抵抗を経由して流れてくる直流を足し合わせることによりバイアスをかけ、そのバイアスをかけた信号をベースに入力して流れ込む入力電流がスムーズに変化するようにしたものです。これによりアンプから音が出るようになりました。でも回路は良いとしても試行錯誤して決めた定数 3.3kΩ の抵抗値は適切な値なのでしょうか。ではこのエレ吉が作った 3.3kΩ のバイアス抵抗をつけた回路の出力波形がどうなっているかをオシロスコープで確認してみましょう。入力信号はチャンネル1に接続されていますので黄色で波形が表示されています。きれいな 1kHz の制限波がアンプに入力されていることが確認できます。チャンネル1の信号の振動の中心電圧は 700mV 程度 0.7V 程度であることも読み取れます。また入力信号の波の縦方向の振幅の幅はピークトゥーピークで 180mV 程度となっています。それから出力はチャンネル2に接続されていて波形が青い線で表示されています。この出力信号の波の形もきれいな制限波でほとんど歪んでいないように見えます。さて出力信号の振動の中心に注目してください。青で表示されている波形の振動の中心は 2.9V 程度となっています。この振動の中心電圧は信号の歪みが少ないことに深く関係があります。エレ吉が選んだ 3.3kΩ の抵抗ではこの振動の中心電圧が 2.9V となっていたということを覚えておいて、この後の説明を聞いていただければエレ吉の抵抗の選択が適切だったかどうかが分かりますので、よければ頭の隅に置いておかれてください。ここまででエレ吉が選んだ 3.3kΩ のバイアス抵抗を使うとスピーカーに入力信号とほぼ同じ形の歪みのない信号が出力されることが確認できました。ではこのバイアス抵抗の値を大きくしたり小さくしたりすると出力はどのように変化するのでしょうか。それを確認するためにこの可変抵抗ボリュームを使って実際に抵抗値を変化させてみて出力波形がどうなるかを確認してみましょう。バイアス抵抗によってどのように出力が変化するかを確認するためにこの回路を使って波形を観測したいと思います。この回路では 0Ω から 20kΩ まで変化させることができる可変抵抗を使ってバイアス抵抗の値を変化させられるようになっています。 100Ω の固定抵抗がついているのは前回エレ吉が電流を流しすぎてやけどしそうになったようなことにならないように可変抵抗の抵抗値が0になった時にも電流が流れすぎないようにするためのものです。ではこの回路にオシロスコープを接続して抵抗値をいろいろと変えながら
出力波形を見てみましょう。現在可変抵抗器はつまみを回して抵抗値を最も大きな 20kΩ にしてあります。チャンネル2の青で表示されている出力信号の波形を見ると、出力は電圧の高いところが潰れて歪んだ形になっていることがわかります。この潰れた形を見て、一定の電圧を超えられないのだと思えた方は鋭い方です。この波形の最大電圧はだいたい電源電圧と等しい 5V ですので、出力が電源の電圧を超えられないということなのだと予想がつきます。このようにバイアス抵抗の抵抗値が大きすぎ、バイアス電流が小さくなりすぎると、電圧の高い部分が歪んだ波形となることを覚えておいてください。では徐々にバイアス抵抗の値を小さくしていきましょう。どうなるかに注目してください。今抵抗値を少しずつ低くしているのですが、出力電圧の振動の中心が徐々に下がって、上の方が潰れて歪んだ波形がきれいな制限波に近づいていることがわかります。そしてさらに抵抗値を小さくしていくと、今度は波の下の方が潰れていって、ついには出力の振動がなくなって 0V 付近の一定の電圧が出力されるようになります。このようにバイアス抵抗の抵抗値が小さすぎてバイアス電流が大きくなりすぎると、波形の電圧の低い部分が歪んでしまい、ある一定の限界を超えると信号が全く出なくなってしまいます。このことも頭に置いておいてください。オシロスコープで出力波形を観測してみると、出力波形の上限は電源電圧の 5V で、下限は 0V であることが分かりました。ではこのことを踏まえてバイアス抵抗をどのように計算したらよいかを説明します。バイアス抵抗を求めるにはオームの法則を用います。抵抗の値は抵抗に流れる電流と抵抗の両端の電圧が分かれば計算できますので、バイアス抵抗の抵抗値を求めるにはそこにかかる電圧と電流を求めて、電圧割る電流を計算すればよいことになります。それでこれからこのバイアス抵抗にかかる電圧と電流をどのように求めたらよいかを説明します。ではまず電圧の方から始めましょう。バイアス抵抗にかかる電圧はキルヒホッフの電圧則第二法則を用いてオレンジ色の閉回路について計算して求めます。この閉回路を考えると、バイアス抵抗の電圧とベースエミッター間電圧を足したものが 5V となるので、バイアスにかかる電圧は 5V からベースエミッター間電圧を引いたものとなります。このベースエミッター間電圧は前に公開した002の動画で原則2として、ベース電流が流れているときはベースエミッター間電圧が 0.6 から 0.7V となり、ほとんど変わらないということを説明しました。それで今回の計算ではこの電圧を 0.6V として計算することにします。実際には先ほど信号をオシロスコープで確認したところに戻ってみて入力信号を見てみると分かりますが、それよりも少し高い電圧で振動していました。でも電子工作で計算する場合には単純に 0.6V とか 0.7V などとして計算しても問題ありません。製品を作るなど動作を厳密に考える必要がある場合には熱電圧などの定数を用いて求める方法もありますので、それについてはまたいつか必要であれば使いたいと思います。ということでベースエミッター間電圧を 0.6V としますと、バイアス抵抗にかかる電圧は電源電圧の 5V から VBE の 0.6V 引いた 4.4V となります。では電圧が求まったので、次にバイアス抵抗を流れる電流について考えることにしましょう。バイアス電流をどうするかについて考えるには、
このバイアス電流の変化が出力信号にどのような影響を与えるかを知る必要があります。先ほどオシロスコープで波形を見たときに、抵抗の値を変えてバイアス電流を変化させると、その変化に応じて出力信号が上下に移動していました。さらに出力については、電圧には上限と下限があり、下限は 0V、上限は 5V 程度となっていました。ということは当然、電流にも上限と下限があるということになります。ではそのように出力に上限と下限があるとなると、出力信号の中心点、つまりバイアス点をどこにしたらよいのでしょうか。先ほどオシロスコープで出力電圧の波形を見た際に、出力の上限と下限を超えることができず、信号が歪んでいたのと同じことが出力電流にも生じます。ここに記しているように、出力電流にも出力できる範囲があり、入力信号の電流が大きすぎると出力の波形の上の方が潰れ、入力が低すぎると波形の下の方が潰れてしまいます。それで歪みを少なくするために、出力信号の振動の中心、つまりバイアス点を変動可能範囲の中央あたりにするのが最善です。このように出力の上限と下限の中央あたりにバイアス点を置く方式のアンプを A 級アンプと呼び、A 級アンプは歪みが少ない良い音を出すことができます。これとは違うバイアスのかけ方をする B 級プッシュプル、AB 級、C 級などの方式のアンプがありますが、これらについてはまた別の機会にお話ししたいと思います。ではここからが実際の計算ですが、出力信号の振動の中心が電流の範囲の中央値となるようにするにはどうしたらよいのでしょうか。それを求めるには次の3つの手順を踏んで計算します。まず最初に出力電流の振動の範囲、電流の上限と下限を求めます。そして2番目にその出力の範囲の中央値を求めます。これがバイアス点となります。そして3番目にその出力の中心から入力の中心を求めます。これが入力バイアス電流となります。この入力バイアス電流が今バイアス抵抗の値を計算するために求めようとしているバイアス抵抗の電流です。ではこれからこの手順を踏んで計算していくことにしましょう。まず最初の段階の出力の電流、この回路ではスピーカーの電流の範囲を求めます。これを考えるにはキルヒホッフの電圧則第二法則を用いて緑色で書いている閉回路を考えます。スピーカーにかかる電圧は電源電圧の 5V からコレクタ電圧 VCE を引いたものとなりますが、このコレクタ電圧は先ほどオシロスコープで出力電圧として見ていた電圧で、ベース電流の変化に応じて 0V から電源電圧の 5V まで変化していたことを確認できました。そうするとスピーカーの電圧 VSP は電源電圧の 5V からコレクタ電圧 VCE を引いたものですので、コレクタ電圧が 0V の時はスピーカーにかかる電圧は 5V、 コレクタ電圧が 5V の時はスピーカーにかかる電圧は 0V となります。このようにスピーカーにかかる電圧はコレクタ電圧と逆相になりますが、このスピーカーの電圧も 0V から 5V まで変動することになります。ではスピーカーにかかる電圧が0から 5V に変化するとき、電流はどうなるのでしょうか。スピーカーにかかる電圧が分かったので、あとはスピーカーの抵抗成分が分かればオームの法則から電流が分かります。今回はインピーダンスが8オームのスピーカーを使っていますので、スピーカーを8オームの抵抗とみなして
計算することにします。本当はスピーカーは抵抗ではなく、コイルや機械的にエネルギーを消費する部分が含まれており、厳密な計算が必要な場合にはインダクタやキャパシタを含む複雑な透過回路を用いて計算するのですが、今回は簡易的な方法として8オームの抵抗とみなして計算することにします。8オームの抵抗に 5V の電圧をかけると、オームの法則より 5÷8 の 0.625 アンペア流れますから、スピーカーに流れる最大電流は625ミリアンペアということになります。スピーカーにかかる電圧が 5V の時、流れる電流は最大の625ミリアンペアとなり、スピーカーの電圧が 0V の時には当然電流は流れず最小の0となります。それでこの青の枠で囲まれたように0から625ミリアンペアの範囲でコレクタ電流が振動できます。ではここまでで出力電流の範囲が求まりました。ではこれを用いて増幅回路の動作の要となる重要なポイント、バイアス点を求めましょう。振動の中心となるバイアス点は先ほど考えた通り、歪みが少なくなるように電流の上限と下限のちょうど中央とします。計算は簡単で、625mA の2分の1を計算して 312.5mA、 ここをバイアス点とします。バイアス点を求める一般的な方法としては、他にも負荷線を引いて歪みが少なくなる領域を考慮してバイアス点を決める方法があるのですが、これについては別の機会に説明することにして、今回はこの簡易的な方法で求めた値を使うことにします。ではこれで出力の振動の中心が決まったので、今度はこの出力を得るために入力に付加するバイアス電流を求めましょう。これを求めるには出力電流から入力電流を逆算する必要がありますが、これを計算するのに必要なトランジスタの非常に重要な特徴をここで説明します。その特徴とは、ベース電流とコレクタ電流は比例するということです。これは非常に重要なトランジスタの特徴です。比例するということは、ベース電流にある倍率をかけるとコレクタ電流が求められるということです。その倍率のことを電流増幅率と言います。この電流増幅率はトランジスタごとに異なり、データシートに HFE という名前で記されていることが多いと思います。この電流増幅率は温度や他の使用条件が違うといくらか変動しますが、その変動は少なく、ほぼ一定とみなして回路を考えることができます。この電流増幅率は品番や個体によっても異なりますが、だいたい数十から百数十程度の製品が多いように思います。それでもし電流増幅率 HFE が100であるトランジスタを左に書いている回路のように接続して動作させると、右のグラフのようにベース電流が 1mA ならコレクタ電流は 100mA となり、ベース電流が 2mA ならコレクタ電流は 200mA 流れることになります。では実際にデータシートを見て確認してみることにしましょう。この TTC5200 のデータシートの電気的特性のところを見ると、コレクタエミッタ間電圧 VCE が 5V でコレクタ電流が 1A の時に HFE が80から160であることが書かれています。さらに直流電流増幅率 HFE のグラフを見ると、このトランジスタの HFE がどの程度になるかを読み取ることができます。普通の場所であまり加熱しない状態で使用する場合、温度はだいたい25度程度となると思いますので、このグラフの25度の線を見ると
HFE はだいたい100から120くらいであることがわかります。この増幅率の線はほとんど傾きがなく平坦なので、出力電流となるコレクタ電流が変わっても直流増幅率はあまり変化しないことがわかります。この電流増幅率を使えば、出力のバイアス点である出力電流の振動の中心からバイアス抵抗に流れる電流を求めることができます。この図に書かれている回路でバイアス電流を流すと、その電流に電流増幅率をかけた分の電流がコレクタに流れるので、その分だけ出力の振動の中心が上がるはずです。例えばこの回路で使っているトランジスタの電流増幅率を仮に100としましょう。そうすると入力バイアス電流を 1mA 増やすと、出力電流が100倍の 100mA 持ち上がることになります。逆に言えば出力電流の中心の100分の1を求めれば、入力バイアス電流を求めることができるわけです。このように入力のバイアス電流を求めるには、出力電流の振動の中心、つまり出力のバイアス点を電流増幅率で割れば求まることになります。ではエレキチのアンプの入力バイアス電流を計算してみましょう。出力の振動の中心であるバイアス点は先ほど求めた 312.5mA にしたいので、この時の電流増幅率 HFE を使用しているトランジスタ TTC5200 のデータシートから求めます。コレクタ電流と電流増幅率の関係を示すグラフで 312.5mA あたりの時の HFE を見るとだいたい120くらいです。それで HFE を120として入力バイアス電流を計算します。先ほど考慮した通り、ベースに流れる入力のバイアス電流を求めるには、出力のバイアス点の電流を電流増幅率で割ればよいので、312.5 割る120を計算して 2.6mA となります。これでバイアス抵抗に流れる電流が求まりました。では最後にここで求まったバイアス電流を使ってバイアス抵抗の値を計算しましょう。少し長くなりましたが、やっと最後の手順にたどり着きました。ついにバイアス抵抗の値が求まります。バイアス抵抗にかかる電圧は 4.4V で、流れる電流が 2.6mA、0.0026A なので、オームの法則を用いて 4.4 割る 0.0026 を計算し、1692オームとなります。やっとエレキチのアンプのバイアス抵抗の抵抗値が求まりました。お疲れ様でした。エレキチのアンプではこの値に近い抵抗を使えば良いということになりますので、普通であれば E12 系列とか E24 系列と呼ばれる入手しやすい抵抗の 1.8kΩ を選ぶことになると思いますが、あいにく今この抵抗が手元にないので、今回は 2kΩ を使うことにします。これはエレキチのアンプのバイアス抵抗を今回計算した 2kΩ に差し替えた回路図です。前のアンプでエレキチが選んでいた 3.3kΩ をつけたアンプでは、先ほどオシロスコープで波形を見たとき、出力の振動の中心電圧が 2.9V 程度となっていて、電圧の中心が 0V と 5V の中央である 2.5V から少し上にずれていました。でも今回求めた 2kΩ のバイアス抵抗は計算によって最適なバイアス点となるように求めたので、振動の中心が 2.5V に近い値になり、少しだけ歪みが出にくくなったと思います。ではこの回路の音を実際に聞いてみることにしましょう。では今回作ったアンプの音を聞いてみることにしましょう。
今流れているのは今回作った2キロオームのバイアステークをつけたアンプの音です。ある程度綺麗な音が出てるようです。エレキチが選んだ 3.3 キロオームの抵抗の時の音とさほど変わりはないようですけれども、今回説明した方法で計算したバイアステークの値で音が鳴るということを確認することができました。よかったです。今回の動画はいかがだったでしょうか。アンプのバイアス抵抗を計算によって求め、無事に動かすことができました。今回は少し手順が多く長くなってしまいましたが、ここまでご視聴くださり本当にありがとうございました。でもここまで作った回路ですが、この回路を完全なものにするにはもう少しするべきことがあります。アンプが動いて嬉しくなったエレキチは、パソコンからの出力がせっかくステレオなんだから、このアンプを2つ作ってステレオで音を聞こうとするんですけれども、実は片方のチャンネルしか出ないという問題に遭遇します。実はここまでで作った回路はある条件でしか動かない、またたまたま動いていたとも言える大きな問題があるのです。次回の動画ではその問題について説明し、それをどうすれば解決できるかをお伝えします。ここまでトランジスタアンプの自作をするのに必要な知識をだいぶ説明してきましたが、自分だけのアンプを作るためにはもう少し必要なことがあります。それでよろしければチャンネル登録して、ぜひ次回の動画もご覧ください。